僕が21歳の時ですね、カナダのバンクーバーに留学しました。今からちょうど6年ぐらい前なんですけども、英語科の高校に通うぐらいには英語はすごい好きで、得意だったんですけども、留学直前に受けた TOEIC のスコアはちょうど555点でした。で、555点っていうのはどれぐらいのレベルかというと、まあちょっと英語できるやんぐらいかなっていうのを思うんですけど、本当に TOEIC っていうのはリーディングと、リスニングのスキルしか関係がないので、全然喋ったりコミュニケーションを取るっていうことは全然関係ないです。だけど555点も取ったらまあいけるやろということで留学行ったんですけども、最初に、レベル分けのクラスのテストがあって、レベル分けをしたときに僕のレベルは7段階あるうちのどちら4だったんですね。ちょうど真ん中、ちょっと上か、インターミディエートっていうレベルなんですけどもそのレベルに入って、で他の外国の人たちとみんなと一緒に勉強してました。で教室入って、で席に座って、席もすごくカジュアルな感じで、この教室のこの部屋の半分ぐらいの大きさのところに椅子が隅に並べられてて、でその椅子になんかこんな感じで横にアームレストみたいなのがあって、そこでなんかそこを使ってノートを取ったりしてみたいな、結構カジュアルな感じでした。でそこでですね、初日に英語の先生が前に立ってしゃべって、本当にびっくりしたのが本当に分からないネイティブの先生がしゃべってることが全然分からないし、ある程度単語は拾えるんですけども、なんか、何を言ってるのか流れも、もうみんなが何をやろうとしてるかっていうので、なんとなく状況を掴んでいくっていう方法を取るしかできなかったですね、最初の方は。その中で同じレベルにいてる、例えばラテンアメリカから来てる、その南米から来てる人たち、ヨーロッパから来てる人たちもすごかったんですけども、みんなは大体分かるんですよね。ですごい、なんで僕はこのクラスにいるかなと思うぐらい、本当にレベルの差を感じました。で、バンクーバーってすごく日本人がたくさんいます。本当にびっくりするぐらい日本人たくさんいて、で僕の行ってた語学学校にもたくさん日本人がいてました。もう本当に日本語だけ喋っても1日不便ないぐらいです。でもう日本のスーパーマーケットとかもあるし、スーパーマーケットで喋れるような本当に大したことないので、全然英語なんてできなくても全然無言でいけるぐらいなんですよ。でそれで過ごそうと思えば過ごしてたんですけど、僕はちょっと留学をした時に決心していたことがあって、絶対英語を身につけてからっていうので、日本人の友達を作らないことに決めてました。なので日本人の人たちはすごく結構みんなとかで集まったりするんですけど、自分の自己紹介はするけど、ほとんど一緒に遊んだりせずにできるだけ友達を作って、こんなことに僕のホームステイ先のところには南米のところから来てたり、韓国人の子だったりとヨーロッパ人の子がいてたので、よく英語しか喋れない環境というのが多かったんですけども、本当にすごく最初はやっぱ辛かったです。日本語を昨日も小路さんが喋ってたんですけども、日本語が喋れない状況っていうのは結構フラストレーションがたまるんですけども、やっぱりでもその中でも僕が留学行ってた時ってパソコンもあるし、日本語を読もうと思えば何度でもあったので、そんなに思ってた以上にフラストレーションってやっぱりたまらなかったんですけども、やっぱりその中で自分のモチベーションをすごくコントロールするっていうのが一番難しかったです。でね、555点を取ってある程度喋れるだろうなって思っていった中で、全然喋れなかったっていう自分のそのなんていうか思い込みが期待をすごく裏切られたというか、自分の思ってた能力がすごく低かったということが
すごく落ち込んで、すごいそれでもまだ勉強しようと思って、でもうカナダに行ってた時は本当にいろいろ勉強しました。ですごい勉強しながらもそのいろんな人とも喋りながら、ここの写真にあるロッキーマウンテンとかいろいろいろんな町に行ったりとかする機会があって、学校がそういうスクールトリップみたいな感じで用意してて、でこれスタンレーパークっていうバンクーバーの一番大きい公園なんですけども、すごくのどかな場所で、友達とすごくのんびりと過ごすことができました。でもそうですね、僕その時もやっぱり全然うまく今ほどは喋れなかったんですけども、その時からずっとやっぱり日本人の性質なのか机の前で勉強することが多かったんですよ。でおかげさまで日本に帰ってきてから、結構いろんなスコア試験を受けまして、トイックも900点ぐらい取って、でトーフルでも82点ぐらいで、そのバンクーバーから帰ってきたの2010年2年後ぐらいには英検1級まで取ったんですけど、でそこで自分の能力をちょっと振り返ってみたんですけど、英検1級まで取ってめっちゃ頑張って勉強したけど思った以上に喋れなかった。僕の予想では英検1級まで取れるぐらいということはもうネイティブとも全然ペラペラ喋れるかなっていうふうに思ってたんですけど、全然喋れなくて、なんかあれ俺自分今まで何も頑張ってきてないのかみたいな、すごく落ち込みました。でその時は大体24歳ぐらいだったんですけど、そこでやっと自分は本当に今まで資格っていうものを取るために勉強してきたなっていうのをすごく感じました。本当に世間一般の人たちからすればすごいいい資格を持ってるねって言われるような資格を取ったんですけど、僕にとっては全然それが目的に沿ってなかったので、なんかこれを取って何の意味があったのかなっていうのがすごい強い気持ちとしてありました。本当に資格が自分の実際の能力を表すものではないなっていうことに気づきました。で資格っていうのは自分が持っている能力の本当に一面を数値化してるだけに過ぎないので、本当に自分の人間性とかそういうことには全く関係ないっていうことに気づきました。そこで僕は本当に今まで勉強してきた、中学の時から勉強してきた英語っていう勉強が能力ではなくてただの知識であったり、その資格っていうものでしかないなっていうのを気づいたんですね。で本当にこれまで見てきたたくさんの人たち、日本人の人たちとかに、結構英語よく喋れますよねとか言われるんですけど、やっぱりその人たちが何に集中してるかというと、トイックでいい点数を取るとか、英検で何級通るとかがやっぱ目的になっちゃう。で日本人の英語っていうのは本当に思ったのが、能力じゃなくて知識とか本当に資格なんですね。全然違う英語の範囲っていうのが、英語のカテゴリーっていうのを日本人で作っちゃって、それで上下を見て、この人すごい喋っているとか、資格見てこれが自分でできないとかっていうのをすごく感じました。本当にそういうふうに僕も自然に考えてて、そういうふうに考えるのが普通な生き方をしてたんですね。なんでそういうふうに考えるのかなっていうのをすごい振り返ってみて思うのは、やっぱり日本の教育のシステムがすごくそういうふうに考えさせるようなことしかしてないっていうのに気づいたんですね。で例えば学校の授業、英語の授業でもですね、先生が例えば前に立って英文書いて一個一個これがこれで関係代名詞とか、なんか後ろからかかってるとか、なんかこれ形容詞とか、そういうことしか練習しないから、もう喋ることとかその能力の部分については何も言わないんですよね。で能力っていうのは知識と違ってサッカーとかス
身体能力的な身につける能力と同じで、喋ったり聞いたり本当に多く自分にインプットしてアウトプットもしないと身につかない能力なんですよね。だから日本の英語の教育っていうのは基本的にはインプットで、しかもリーディングとリスニングでする受動的なことしかしないから、本当に自分の中で英語っていうのを作って外に出すっていう練習を全くしてこないから、僕がちょっと自信あって英語科っていうクラスに行ってたのに全然喋れなかったっていうのは本当に悲しかったし、で日本の教育にもすごくこれダメだなっていうのを思って、それ以外にも本当にもとも学校の授業を作ってる政府の学習指導要項であったり、その周りの環境、例えば英語を知識としてみなしている日本の環境であったり価値観もそうですよね。日本人の価値観、やっぱり日本人にとっては英語っていうのは難しすぎるからやっぱりできないっていうのがたくさんあるなっていうのに気づきました。本当に正直なところ、僕が今この場所にいたこれだけちょっと英語がたくさんできるようになって思うのは、日本人っていうのはすごい不利な立場にあるっていうのは思います。なぜなら日本人にとってアルファベットっていうのは全然見慣れない言葉だし、見慣れない文字で慣れてないから読みにくいし、で日本人って日本語以外の言語をほとんど聞くこともないので、英語っていうのは音を聞いてもなんか分かれへんで、分かれへんからまたその単語が分かれへんと思って単語を勉強するけど、その単語の音とかも全然耳に慣れてないから、結局いっぱい勉強してもいっぱい単語聞いても全然分からないっていう状況になってます。でですね、例えば、ヨーロッパの人たちなんかアルファベットを使って自分たちの母語を書いてる、読み書きしてるので、英語が僕たちよりできるっていうのはある意味当たり前なんですね。だから僕がバンクーバーにいた時にヨーロッパの人たちや南米の人たちが僕よりすごくいろんな読むのが早かったり喋るのがうまくいったりできるっていうのはやっぱり、その有利な立場にある。僕たちが例えば中国語を勉強してヨーロッパ人の人たち、南米の人たちが中国語を勉強するのと同じで、やっぱり不利有利っていうのがあると思うので、もう全然その面に関しては落ち込まない方がいいかな。その不利な立場をきちんと理解するっていうことがやっぱり英語を勉強する上ですごく大切だと思います。でですね、日本人にとって英語って知識とかそういうなんか資格だと思うんですけど、本当に世界に出たら英語って、コミュニケーションの最低レベルのことなので、できて当たりで英語ができるからプラスっていう日本人の考え方はほんまに世界で全然通用しないし、本当に将来的に外に出て働くんやったらそういう考え方、日本人の考え方、英語ができて当たり前っていう価値観はやっぱり捨てた方がいいと思います。本当にその一番大事な能力、大事なこと、英語を勉強する上で大事なことって何かなって僕バンクーバーに帰ってきてその資格を取るために一生懸命勉強して思ったのは、もともと自分は何のために英語を勉強してるのかな。英語を勉強するのは、英語を勉強していろんな人たちと世界の国にいるいろんな人たちと会っていろんな価値観に触れて自分の価値観っていうのを影響されて変えられて、でもっと成長していくっていうことだと思うんですね。で本当に今はもうすごく英語を使うことがナチュラルになってきたので、昔以上には全然苦しい思いもしないんですけども、やっぱり今ここにいてる人たちには本当に
何のために英語を勉強するかっていうのをすごく考えてほしいです。やっぱりその趣味のレベルでだとやっぱ趣味のレベルでしかつかないし、でも本気でやればそれだけの能力がつくと思うんです。才能っていう部分も少しはあるかもしれないけど、でも英語っていうのはやっぱりいっぱい喋っていっぱい聞いていっぱいそのコミュニケーションをして身につけるものだと思います。で確かに机の前で勉強することもすごく大切だと思いますけども、僕が本当に英語を勉強する上で気づいた一番大切なことは、英語っていうのは最低限のレベルのスキルであって、それを通してコミュニケーションをすることが最も大切なことです。だから自分が英語を完璧に話せなくて緊張するというその日本人のちょっと傾向的なその体質というか考え方っていうのは全然気にすることもないんですよ。本当に考えてほしいんですけど、外国人の人たちが日本語を喋ろうとしてて、で日本語すごく喋ってくれて、僕たちはいちいち間違えてるからって何か言うかって言って言わないと思うんですよ。で何を言おうとしてるかっていうのを聞き取ろうとする。それがなんかネイティブの役割で、彼が一生懸命喋ろうとしてることをすごく聞いてあげて理解してあげる。それは本当に反対でも同じなんですよね。でネイティブの人たちが僕たちが言うことを一生懸命聞いてくれる。何を言おうとしてるかっていうのを聞いてくれてる。どれだけ完璧な文法でどれだけ完璧な単語を使って正確な単語を使って喋ってるかっていうことが全然気にしない。だから本当にコミュニケーションを取るっていうことを本当にまず一番よく考えてください。コミュニケーションを取るための英語であって、完璧な文法、正確な単語を使うための英語ではないですね。で特にこのセミナーの最初の初日でも説明したと思うんですけども、ネイティブスピーカーよりも第二言語として英語を使っている人の方が何倍も多いですね。だから今日このセミナーにはたくさんのネイティブのスピーカーの人たちがいるけども、例えばここに来ている日本人の人たち、みんなが喋ってる英語も第二言語のうちに入るし、で例えばその日本人同士が英語で喋ってるのもそのコミュニケーションの一つであって、でもちろんその他の国、例えば東南アジアであったりアフリカとか、中国であったりいろんな第二言語として英語を使っている国の人たちの英語も第二言語で、そういう人たちの方が圧倒的に多いですね。でこれから例えば旅行とか、いろんなところで行くときもやっぱり英語が第一になるし、その国の言語で喋ってあげるのは一番いいのかもしれないけど、でも英語を勉強すれば勉強するほどですね、やっぱりその国の言語を勉強して、その国の文化を知って、いろんなここの国のことだけを知るよりも、英語っていうのは広くまんべんなくいろんな国のことを知れる、いろんな国の人と出会っていろんな国の人の文化に触れることができる。そう思うだけ自分の可能性っていうのをすごく広められると思うんです。で英語っていうのはそのコミュニケーションをするためにすごい大切なことだと思うんですけども、本当に何よりも英語っていうのはそれを使って自分が、新しい世界の価値観であったり、自分の新しい領域に入るためのその重要なツールっていうふうに考えてほしいと思います。やっぱり自分は英語を使って何かキャリアを築きたいというのも大切かもしれないけど、何よりも大切なのは自分が変わるっていうこと。自分が変わらずにはいられないと思うんですよ。その英語を勉強して英語を使って何かを学んでいく、でなんかすごくプラス積み重ねていくっていうイメージだと思うんですけども、本当に英語を勉強していろんな人とコミュニケーションを取れば取るほど自分の内側が変わっていくんです。本当に今までだから僕が今思うのは、その日本人の考え方っていうのがこれってすごいどうなんだろうっていうのがいっぱいあって、で変えた方がいいところは変えた方がいい、日本人としていいところはいいところとして持っておく、
で日本人であることっていうのはすごい特殊なんですね、世界では。だけど、特殊ですごく強みでもあると思います。で、日本人の個性っていうのはすごく世界で活かせるんですけど、弱みの方があまりにも大きすぎて、すごく強みの方がすごく隠れてしまっているというか、むっちゃいい個性持ってるのに、なんか自分が失敗したらどうしようとか、なんか自信ないからやめとこうとか、なんか日本人の感覚でいてるから、世界の人たちから見たら、あ、こいつ個性ないやつなんやな、いやめちゃめちゃ個性ある人たちなのにすごく自分たちの文化の考え方のまま固まってしまってるから、全然もうなんか世界でうまく活躍できていない人たちが多いと思います。でね、そうですね、英語っていうのをそういうふうに自分を変えるチャンスとして受け取ってほしいと思います。本当に英語が喋れないから、全然うまい英語が喋れないからっていうことで全然落ち込む必要もないし、でどんどん話しかけていって、なおかつ今はすごくグローバライゼーションでたくさんの外国人の人たち、ネイティブだけでなく第二言語で英語を喋る人たちが今たくさん来てると思うので、本当にそのチャンスを生かして、でもう毎日でもテキストメッセージを交換したりとか、そういうのをしておけば本当に英語を使うことが日常的になっていくと思います。ね、自分がそれによって変えられるというか、英語によって本当に自分が思ってもみなかったような領域に行けるっていうのは本当にあると思います。僕も全然英語を勉強してなかったら全然今のところには行ってないと思いますし、でここに今一緒に働いてる外国人の人たちとも全然会ってなかったと思います。本当に自分を変えるために自分をすごくさらけ出して、変わりたい変えたいっていう影響をすごく僕も受ける場所に自分を置いて、世界の影響をすごくバーって受けて、で今はここに来たと思います。本当にたくさんの思い出、こういった思い出もできますので海外に行くと。でもこういうのがすごく素晴らしいんじゃなくて、やっぱり景色だけじゃなくて、そこにいる人たちとのコミュニケーション、そこにいる人たちとの内的なすごく影響のし合い、影響っていうのがすごく大事だと思います。はい、ではこれでおしまいにします。ありがとうございます。